ジャズで生活のロードロどうもこんにちは、ジャズギタリストレイダケです。ということで今日はお前のギターなんてジャズギターじゃねえ、フルアコ vs ソリッドギター対決。はい、ということでやってきました。巷で勃発しているこの戦争、フルアコ vs ソリッドギター。ソリッドギターなんてジャズギターじゃねえ、いやいやフルアコなんてもう古い、そんな論争が起こっております。とりあえず今日はもう僕的な観点ですけども、その結論を出したいという思いでこの動画をやっている所存で、なんとかです。ではまず簡単にギターの種類を何種類かもう大雑把に説明していきたいと思います。私のこの使ってるギター、これフルアコと通称言われてますが、正式名称は、アーチトップギターと言われたりします。なんだアーチトップはと、コアラのマーチかと、まあそうではないんですけども、この表面がちょっとこうふっくらしてるよと、僕のお腹と同じだよと、やかましいわということで、それが特徴ですね。で次の特徴としては、ここに穴が開いてると、穴が開いてるっていう表現もあれなんだけども、ボディが厚くて中が空洞だっていうことですね。で特徴としましては、音としてはもうこのふくよかな音ですね。空気が混ざった、よくわかんない、こういう音ですよね。アドリブを弾いてもこんな感じ。オクターブですね。枯葉とかやると、こんなあれですよね。こういう温かい音が特徴だと。私見ての通りオレンジのシャツじゃなくて、ピックを使ってなくて親指で弾いてる、ウエス・モンゴメリーと同じようなスタイルでやってるので、余計にね、柔らかい音というかねしますが、ピックを使っても全然あれですよって何でしょうね。こういう温かい音がするということですね。ピックで弾いても。こういう音ですね。オクターブで弾いてもこんな感じの音がピックでも出ますという感じです。ジャズギターの歴史をちょっと簡単にすごい大雑把に言うと、チャーリー・クリスチャンっていうね方から始まり、いろんな方が弾いて、ウエス・モンゴメリーも弾いてという感じで、なので多くの方がフルアコを使っていると。ジョージ・ベンソンとかね、ジョーパスとか、ケニー・バレルとか。そうです、僕ケニー・バレルのね娘さんにね、演奏してる時にね会いまして、すごいびっくりしたことが最近ありました。いいです。ということで歴史的に多くのジャズギタリストがフルアコを使ってレコーディングされているので、もうこれがジャズの音だってね分かりやすい感じですね。でこのアーチトップギター、フルアコと呼ばれるのはですね、アコースティックギターですか、クラシックギターですか、エレキギターですかっていう分類的に言うとエレキギターなんですね。一応中空洞アコースティックなんですけども、それプラスエレキギターという感じですね。他の種類で言えばセミアコっていうものがございます。これだと、ギブソンの335とかがね有名ですね。ここの両脇が空洞で中がセンターブロックが入っているという代物らしいです。であとクラシックギター、アコースティックギターで演奏する方もいます。クラシックギターといえばもうね、フルアコから見たら大先輩ですよ。もう歴史のある、ギターという楽器は音量がねやっぱりねこれ生音だと小さいので、歴史とともに技術とともに発展して今に至るという感じですね。何年かは知らないんですけど、1960年か分かんないんですけども、50年か60年かそれぐらいでしょうと。ギブソンのね、レスポールってあるでしょ、あのモデルって実はレスポールさんっていうね、人が弾いて、その人のモデルなんですね。ギターの王道といえばギブソン社とフェンダー社で、ギブソン社はこの、レスポールさんとともに発展してきたと。でレオ・フェンダーさんっていうね、もともとはアンプの会社だったんですけども、木の板にピックアップつけたらいいんじゃねえかっていう発想で、フェンダーのギターができましたという感じですね、大雑把に言うと。でテレキャス等々あり、僕が愛用しているこの楽器ということで、こちらソリッドギター、私が愛用しているこのソリッドギターはフェンダー社のジャズマスターというモデルになります。そう、レオ・フェンダーさんが何かしらして作ったやつになりますね。ジャズマスターっていうとなんかサーフ系の音楽とか、ロックギターとかで使われたりするギターだよねってお思いかもしれませんが、
いや実はですねこれジャズギタリスト用に作られたギターなんですね、歴史的に。なのでジョーパスとかが弾いてるのがね、どっかで見られたはずですよ。これへんてこな形してますよね。へんてこな形っていうかなんかポケモンのメタモンみたいなね形してますよね。ってね頑張るぞみたいなね。だがしかしこの裏に隠されたものはですね、ご存知の通り私クラシックギタースタイルで弾いておりますね。でそうした時にですねバランスがですねこう上に上がりやすいんですね。すごい弾きやすいです。でこのままだとねずり落ちちゃう。この幅がないからねなかなかあれなんですけども、私はこれ使う時はもう基本的にこのストラップをね、言葉間違えましたをつけてやります。でなるべくこういうね何かを挟んでおくと滑り止めになります。まあうんちくはいいということでとりあえずサウンド聞きましょう。ではまずさっきやったどうでしょう、コード的に響きはね。ですね今は実際アンプを通して使ってるわけじゃないのでどう聞こえてるか分かんないんですけども、僕はですねこの弦はフラットバウンドにしてるだけですね。後のセッティングは何もほぼいじってないです。ちょっと裏技的にいじってるっちゃいじってるんですけども、それはちょっとまた別の動画で、ちょっとアップしたいと思います。なのでほぼ、レギュラーセッティングです。どうでしょうか。こんな感じのオクターブでやると。でピックですね。ね、こんな感じのピック使うと見ていただいた通りすごいぎこちないでしょピックね。こんな感じのサウンドですよ。じゃあフルアコとソリッド何が違うんだ、お宮さんなんか言語化せえって言われたらですね、僕はこいつが基準になってるのでフルアコ基準でソリッドを言うとしたらですね、すごい、サスティンがあって張りがあってっていうところだね。なので高音がビーッと出る感じだね。じゃあ逆にソリッドギターを主軸としたらちょっとねどっちかというと緩いようなイメージを持っていた方がいいのかな。それを奥深さとも言ったりするんだろうけども、ソリッドみたいにサスティンがビッて効くような感じではなくて響くっていうところの違いかな。じゃあ実際弾いててどっか気をつけてるところとかあるのって言われると、正直何も僕気にしてないです。アンプの設定もあんまり気にしないし、ハイを絞るぐらいかなっていう感じですね。でトーンを絞ったりもしていろいろ試したんですけども、トーンを絞るとですねこもるので、こもるのと温かいサウンドってまた別で、コードソースすごいですっていうこんな感じですよね。何をやってんだお前はというかおっしゃるかもしれないですけど、そんな感じに僕は聞こえてしまうので、そこは違う、ギターが違うんだから音も違うよねっていうところで考えて、あとはもう自分のプレイに徹すりゃいいんじゃねえかな。なので僕はソリッドギターでジャズをやっても全然いいと思いますし、フルアコじゃないとジャズじゃないっていうアイデアでもなくて、別にフルアコでもちゃんとしたジャズのフレーズが弾けないやつはジャズではないですし、このソリッドギターで、ちゃんとしたジャズのフレーズを弾けばジャズになりますし、そうだよね、そんな感じですよ。フルアコを使ってロックとかやってる人もいるじゃないですか。全然ジャズじゃないですよね。はっきり言えばいいな、この楽器欲しいなと思いますけど、それと同じ考え方ですね。なので自分自身が何を持ってそれを弾いてるかねっていうところだけなので何でもいいです。でフルアコって場所取るじゃないですか、セッションとか狭いとこ行くとね。なのでソリッドとかトラベルギターとかね、いろいろちっちゃいのでいいやつないかなと思っていろいろ僕試してたんですよ。これねすごい弾いた感じっていうかね、ギターのこの感じがフルアコに近くて、で親指弾きの人マジおすすめなのが、距離あるでしょ、このブリッジからこのコマのとこね、これフルアコと似てないですか。ここがね親指弾きにとってめちゃくちゃ重要なんです。ここの距離があることによって若干ね弦がね
テンションが緩くなります。この感じがねすごいフルアコに似てるんですよ。僕ね実はレスポールとかもね試してたんですけど、レスポールってここの距離短いでしょ。だもんで弦がねキンキンに硬くなってまってね、指が痛くなるんですよすぐ。なのでねここがすごい親指弾きにとってはすごい重要です。なのでこれソリッドギター、ね、ジャズを弾くために生まれたんだなと僕はやっぱり思っております。サーフギターとかでもいいかもしれないんですけども、僕的にはね。でこの部分よく弦落ちするって言われてるんですけども、ジャズギターとして使うとね全然弦落ちしないです。ロックでね無駄にこう力任せでやったりするから落ちるんであって、なのでやっぱりジャズギター用のギターです。という感じで私レイダイ家的にはフルアコでもソリッドでも何でも構いませんという結論です。大事なのは楽器じゃなくて自分の中にあるジャズをギターを通してどう出すか表現するかっていうところになります。この言葉もベーシストのロン・マックルーアさんが言ってた言葉をそのまま借りました。はい、という感じで今日は以上になります。こんな感じで楽しくジャズをやっていきましょうよ。フルアコジャズじゃないとは僕は言いません。形から入るんじゃなくてね、偉人たちの先輩方の音楽を聴いてそれをあなたがどうやって表現するかというのが大事です。楽器は何でもいいと思っております。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタン、コメント欄に何か書き込んでいただければ大変励みになります。ついでにですねコメント欄皆さんの持ってるギターを書いていただければこれ幸いでございます。で皆さんの持ってるギターを書いていただいてついでにですね僕 Facebook、Twitter、Instagram などですねどえらい低頻度でやっておりますもんで、そちらをですねフォローしたり、拡散したりしつつですね、で僕はねあんまり更新しないもんでね、そちらコメントとか書いて皆さんはよなんか書きやとやってちょっと私レイダー家をいじってみてはいかがでしょうか。ということで皆様日頃からいつも温かい応援ありがとうございます。で最後にですねスーパーサンクスなどをしていただけるとですね私レイダー家のテンションがただただ爆上がりしていきますのでそちらの方もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。